今日も一日お疲れ様。お疲れジャパニーズのゆりこです。突然ですが、皆さんは恋人と別れを経験したことがありますか？私はもちろんあります。多分ね、皆さんほど経験が多い方じゃないと思うけど、あります。実はね、日本人は恋人と別れるときに I want to break up とは言いません。じゃあどうやって別れるのか気になりますよね。今日は日本人が別れたいときに実際に使う言葉についていくつか例を出しながらお話しします。まずね、大前提として日本人は直接的な会話を好みません。そのため別れ話も直接会って会話をするというよりかは LINE だったり電話だったりを使って少しずつね、距離を取る形になることが多いです。例えば、距離を置きたいや忙しくてなかなか会えないといったね、言葉が使われます。そして比較的誠実に別れる場合でもいきなり相手に別れたいというのではなくて、まず相手を傷つけない納得してもらえるような理由を告げてから最後に別れを切り出すことが多いです。では、ここから実際に日本人が別れたいときによく使う日本語表現をいくつか紹介していきたいと思います。次に紹介する言葉は、一見ね、優しく聞こえますが、別れのサインであることが多い表現なので、ぜひね、寝る前に覚えましょう。フレーズ1、ちょっと距離を置きたい。表向きの理由としては I want to some space ですが、本音に近い意味としては I wanna break up or I'm already emotionally done です。なので、この言葉が出てきた時点で多くの場合、気持ちはかなり冷めているかなって思います。少しね、距離を置いたら、元に戻るっていうね、意味で使われることはほとんどないんじゃないかなって思います。私自身を振り返ってみると、確かに一回このね、言葉を使ったことがあるかなって思います。でもその時は別に、もうなんなんで日本人って直接ね、別れたいっていう言葉を使うんじゃなくて、そういうね、距離を置きたいとかっていう言葉を使うかというと、私たちのベースに、相手をね、思いやって傷つけないっていうね、そういうふうに思う価値観があるんじゃないかなって思います。あとは、日本ってやっぱり島国だから、他のね、人とも仲良くしていかなきゃいけないし、世間がね、すごく狭いので、もしね、恋人に対してひどいことをしてしまったら、もしかしたら、そのね、恋人と友達の誰かに、悪い評判を流されちゃったりもするかもしれないし、そういったね、本当にいろんなことを考えて、とにかく相手を傷つけないで、相手の悪いことを言わないで、さっぱり別れられるっていうのが、ベストだなっていうふうに考えるから、距離を置きたいっていうようなね、曖昧な表現をまず使います。そしてフレーズ二つ目。フレーズ二つ目は、今は仕事が忙しくて、または今は勉強が忙しくてです。こちらの表向きの意味としては、I'm busy right now ですが、本音に近い意味としては、You are no longer my priority です。結構女性よりも男性が使うことが多いセリフかなって思うんだけど、もちろん本当に忙しい場合もありますが、別れのね、文脈で使われるときっていうのは、次にね、会う理由を作らないための、表現であるかなって思います。先ほど、このね、フレーズは男性が使うことが多いと言ったんですけど、私はこのフレーズを時々使うかなって思います。
恋人と別れる時も使うことができますが、それ以外に、ちょっとね、恋愛対象だと思ってない人から、そのデートに誘われた時とか、まあちょっとね、ナンパされた時とか、まあそういう時にね、使うことが多いんですけど、まあちょっと今は仕事が忙しいので、なかなかね、デートには行けないかなって思いますっていう感じで断ることが多いです。やっぱり日本人として、まあ相手のね、あなたに魅力がないから、デートに行けませんとか、そういうふうに言う人はなかなか少ないのかなって思います。やっぱり日本人は相手をね、どうやって傷つけずに、まあこの状況を、抑えることができるかっていうのをすごい常に考える人種だと思うので、今はね、仕事が忙しくてって言ったら、まあちょっとね、相手に可能性を残してしまうんですけど、ただ、まあもしかしたらその間に相手には別のね、いい人が見つかって、もう自分との恋愛を諦めてくれるかもしれないとかね、まあ、そういうふうな思考回路でこの言葉を使うんじゃないかなって思います。フレーズ3つ目は、嫌いじゃないんだけどですね。まあ、表向きの理由としては、I don't hate you ですが、本音にね、近い意味としては、I don't love you anymore です。まあね、日本語では嫌いじゃないイコールね、好きというわけではないんですね。なので、このフレーズの後には、ほぼ確実に別れの話が続きます。そう。あなたのことは嫌いじゃないんだけど、でも本当に今は仕事が忙しくて、ちょっと距離を置きたい。今もう完璧にね、この3つのフレーズ使いましたね。そう。だから、あなたのことは嫌いじゃないんだけど、今は仕事が忙しいから距離を置きたいって感じで言われたら、この言葉にね、別れたいっていう言葉は一つも入ってないんだけど、本当にあなたと別れたいっていうことを伝えたがってます。はい。で、ここで外国人の人が勘違いしやすい注意点があります。これはね、まあもちろん日本と海外の文化的な価値観の違いかなって思うんですけど、ちょっと気をつけた方がいいポイントになります。NG 一つ目。じゃあいつなら会えると聞くことです。相手はね、もうすでに会わない理由、忙しいっていうことを伝えているので、日本ではね、この質問っていうのは前向きな質問っていうよりも、ちょっとね、この人察してくれない人なんだな。すごくね、鈍感で、ちょっとね、失礼な人だなっていうふうに思われるかもしれません。なので、もうね、忙しいとかいろいろ言われたら、もうそこで一旦諦めて、相手からね、連絡が来るのを待つぐらいの気持ちでいた方がいいかもしれません。NG 例二つ目は、ちゃんと理由を説明してほしいです。これは日本では、理由を深く言わせることが、相手を追い詰める行為になることがあります。なので、説明しないからといって、相手がね、誠実じゃないっていうわけではないんですね。日本では、相手を傷つけないようにするために、あなたの悪いところとか、あなたとね、その相手の価値観の違いっていうのを直接的にね、説明しないだけであって、そういったね、理由を説明させないでほしいと思います。多分日本人の価値観としては、別れることになった原因っていうのは、もちろんどちらか一人だけのせいじゃないっていうふうに考えるパターンが多いんじゃないかなって思います。もちろん、相手の嫌なところもあったけど、でも自分にもこういう未熟なね、ところがあったから、だからこの関係がうまくいかなかったんだなって、やっぱり別れを切り出す側もある程度ね、納得したりもしてると思うので、完全に相手が 100% 悪いですよって、多分ね、そういうふうに思う人は少ないんじゃないかなって思います。なので、あなたにこういう日があって、こういう日、こういう悪いところがあって、
あなたのこういうところが嫌いなのっていう風に言って説明することはありません。なので、理由を深く追求しないでください。理由を深く聞かないでください。そして NG3 つ目は、でもまだ可能性はあるよねですね。日本語の曖昧表現というのは、優しく断るための最終的なメッセージであることが多いです。なので、可能性を探せば探すほど、関係性はね、悪化しやすくなります。やっぱり私たち日本人って、終わり良ければ全て良しじゃないけど、最後はね、やっぱりお互い、後腐れなく別れたいなって思うところがあるので、あんまりね、可能性を模索したりとか、復縁をね、あんまり期待しすぎない方がいいんじゃないかなって思います。もちろん、可能性があったとしたら、それは別れてから少し時間が経ってからかなって思います。なので、もし仮にあなたが可能性あるよねって思ったとしても、言わないで、去り際は潔く日本の武士みたいにね、去っていくのが大事かなって思います。ということで、覚えてほしい一番大事なことは、日本語では言われなかった、別れたいっていう言葉よりもね、何度も繰り返される、嫌いじゃないんだけどとか、距離を置きたいとか、今は忙しいといったね、何度も繰り返される曖昧な表現の方が重要になっています。If you hear these phrases again and again, it's usually already a breakup. Just say it in a very Japanese way. ということで、今日の動画はいかがでしたでしょうか？日本人がね、どうやって恋人と別れるかについて皆さん勉強できたでしょうか？もちろんね、このフレーズは皆さんがもし、日本人の恋人から言われた時にもね、思い出していただけたらと思いますし、皆さんが仮に日本人の恋人と別れたい時にも使ってもらえたらいいかなって思います。個人的には私は日本人なので、もしも海外の人から直接ね、ゆり子のこういうところが好きじゃないから、だから別れようと思うとか、僕たちのこの価値観は合わないから別れようと思うとか、あなたにね、もう恋愛的な魅力がなくなったっていうようなことを言われたら、すごく傷つくと思います。すごく悲しい。だって日本人の男性ってそういうフレーズを普段使わないから。だからもしあなたが日本人のね、恋人と別れたい時も、なるべくね、日本人っぽい方法で、別れてもらったら嬉しいなって思います。ということで、皆さん今日も一日お疲れ様でした。また明日も一日頑張っていきましょう。それじゃあ皆さんお疲れ様でした。